こんにちは。久しぶりの下味冷凍。今日は冬に食べたお手軽レシピを11品用意しました。今回の下味冷凍はお肉を入れて調味料だけのメニューが多いので、今までの中でも最短で作ることができます。ラベリングでメニューを書いたらバリエラにセット。ラベルを置いて食材順で紹介していきます。それでは行きましょう。豚肉レシピから。大根の煮物は寒い時期にぴったりな野菜。輪切りでもいいです。袋に詰めていきましょう。豚バラも一緒にカットして、一口大の長さにカットしています。袋に詰めたらあとは下味だけ。あっという間にできます。めんつゆとだしの味付けなんですが、冷凍するとしみしみになり時短で煮物ができます。カップに水とめんつゆ、本だしとお酒を注いで混ぜてから流し入れたら完成です。パンパンですが空気を抜いて冷凍庫へ保管していきます。今回は子供が風邪をひいてしまったので急遽煮うどんにします。火は弱めの中火で、お肉に火が通ったらうどんを投入して完成です。早く良くなりますように。ごぼうは皮をむいて斜めにカットします。変色を防ぐために水に5分から10分ほど浸して水切りして軽く拭いたら袋に詰める。次は豚肉を切っていきます。大きめにカットして袋に詰めます。大きさはお好みで構いません。醤油とみりん大さじ2ずつと砂糖とお水は大さじ2強を入れます。あとはあればでいいのですりごまもしくはごまを入れたら完成です。空気を抜いて揉み込んで冷凍庫へ保管します。今回は半解凍で水で解凍しました。火は弱めの中火で蓋をします。ほぐしながらお肉に火が通ったら完成です。皿うどんとセットで食べました。ご飯にもよく合います。チキンライスも下味冷凍で準備しておくととっても楽ができます。玉ねぎと人参をぶんぶんカッターで時短。みじん切りにしたら、ウインナーは味に締まりがよく出るのであれば入れてください。冷凍すると繊維が壊れ柔らかくなるので、今回はそれを利用して大きめに鶏肉をカットします。もも肉かささみどちらでもいいです。あとは人参と玉ねぎを入れたら調味料を入れていきましょう。ご飯2合分でケチャップは大盛り大さじ4から5入れます。醤油とお砂糖大さじ1、コンソメ大さじ1強入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。フライパン入れて火は弱めの中火で蓋をする。水気が少なくなってきたらお米を入れて混ぜます。煮込むとトマトの酸味が取れるので優しいチキンライスになります。美味しかったです。魚の唐揚げと一緒にいただきました。ネギ塩チキンは大きめの一口サイズに切ります。メインのおかずにするので二口サイズでもいいです。カットしたら袋に詰めていく。ネギは焦げやすいので今回は別でカットしていきます。長ネギの白い部分だけカットしたらこれだけラップに包みましょう。酒大さじ 1.5、 鶏ガラスープの素小さじ1、塩小さじ1弱、にんにくチューブ 2,3 センチとごま油大さじ2、レモン汁小さじ1。これで完成です。よく揉み込んでからラップにくるんだネギを入れて空気を抜いて冷凍庫に保管します。鶏肉が好きなので今回は多めに作りました。多いので流水解凍しながら少し揉み込んでフライパンへ。蓋をして火は弱めの中火です。焼き色がついたら裏返してもう一度蓋を。ネギを入れて鶏肉を刺して透明の汁が出てきたら完成です。柔らかくてとっても美味しかったです。このメニューも野菜のカットが簡単なのであっという間に出来上がります。人参とニラを 3,4 センチにカットしたらひき肉と野菜を詰めます。ひき肉は合いびきでも豚肉でもどちらでもいいです。今回は合いびき肉です。にんにく2センチ、生姜少々、醤油大さじ2、お砂糖大さじ2、ごま油小さじ1。あとはお水 130ml を入れたら完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。
時間がなく今回解凍せず凍ったまま、火は弱めの中火で蓋をします。お肉が少し柔らかくなったら春雨を入れて煮汁と一緒に煮ます。春雨は余裕があればお湯で戻してから入れてください。とっても美味しかったです。麻婆豆腐も超時短でできます。合いびき肉を入れたら調味料だけです。ニンニクチューブ3センチ、生姜チューブは1センチ、豆板醤はお好みで。ごま油と砂糖は大さじ1弱、お酒大さじ 2.5、醤油大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、味噌小さじ2。調味料は多いですが、豆腐は調理時に入れます。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は水で解凍しました。水 100ml を入れて蓋をします。火は弱めの中火にかけて煮立ってきたら豆腐を入れます。あとはひき肉と豆腐をゆすり炒め、水溶き片栗粉を投入し、とろみがついたら完成です。子供が大喜びで食べてくれました。ひき肉つながりでそぼろご飯の下味冷凍を作っておくととっても便利です。醤油大さじ 2.5、酒とみりん大さじ1ずつ、砂糖大さじ2強、甘めが好きな方は大さじ3を入れてください。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。解凍は半解凍です。火は弱めの中火で蓋をする。水分が減り、火が通ったら完成です。皿うどんは子供が大好きなメニュー。準備しておくと日祝など助かります。好きな具材で構いません。我が家はかまぼこ、人参、エビとキャベツが定番です。キャベツは外側 2,3 枚でそれぞれ一口サイズにカットしていきます。袋に詰めていきましょう。キャベツ、エビ、豚肉、好きな人は入れてください。かまぼこを袋に詰めたらあとは調味料だけです。酒大さじ2、醤油大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、砂糖大さじ1弱、味噌小さじ2、ウスターソース大さじ1、これで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。今回は冷蔵庫で半解凍にしました。完全に解凍しなくても大丈夫です。水を入れ忘れてしまったので先に 250ml の水を入れてください。蓋をして火は弱めの中火で煮込んだら水溶き片栗粉を入れてとろみがついたら完成です。とっても美味しかったです。魚のレシピは2つ、両方とも超時短なので聞き逃し注意です。入れたらすぐに調味料、お砂糖と醤油、みりん大さじ2ずつ、これでもう完成です。空気を抜いて冷凍庫に保管します。今回も解凍は水で解凍しました。フライパンは小さめに入れるのを推奨します。火は弱めの中火で落とし蓋をして煮汁をかけながら火を通したら完成です。子供も美味しく食べてくれました。もう一つタラの美味しいレシピはふわふわのサクサク唐揚げ。4等分ずつ8切れほどにカットしたら骨は取り除いて袋に入れます。これも速攻でできるレシピです。ニンニクチューブ2センチと生姜チューブ2センチほど入れたら酒、みりん、醤油大さじ1ずつ、オイスターソースは大さじ1弱入れてこれで完成です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。水で解凍しました。片栗粉と小麦粉を大さじ2ずつ入れて振ります。袋の水分が多かったら少し捨てると早くなじみます。あとは揚げるだけ。きつね色になったらひっくり返して完成です。サクサクでふわふわでとっても美味しかったです。あと一品欲しい時にきゅうりのおつまみを作ります。これも切るだけなので超時短レシピです。切り方は乱切りでも斜め切りでもお好きな形で構いません。好きな形に切ったら袋に詰める。鶏ガラスープの素小さじ2、砂糖大さじ1/2、ニンニクチューブ1センチから2センチ、お酢少々、あとはめんつゆ小さじ1です。あればすりごまを大さじ2、なければごまでも大丈夫です。空気を抜いて冷凍庫へ保管します。自然解凍で美味しくいただきました。
冷凍庫に詰めているところを見たいとリクエストがあったので、こんな感じに入れ込みます。今回は時短の下味冷凍をさらに時短にするテーマで作っていきました。忙しい皆様のお役に立てたらぜひいいねとチャンネル登録いただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。